ミツバチの毒が乳がんを破壊？メリチン研究と毒から薬の実例。こんにちは。今回はミツバチの毒が乳がん細胞を破壊するという話題について、実際の研究と過去の成功例を交えてわかりやすく解説していきます。結論からお伝えすると、この研究は事実ですが、現時点で治療として使えるものではありません。ただし、将来的に薬になる可能性がある研究でもあります。まず、この研究の中心となっているのが、ミツバチの毒に含まれるメリチンという成分です。メリチンは細胞の膜に穴を開ける作用を持つペプチドで、細胞そのものを破壊する非常に強い力があります。オーストラリアのハリー・パーキンス医学研究所の研究では、このメリチンが乳がん細胞に与える影響が調べられました。その結果、特にトリプルネガティブ乳がんと呼ばれる治療が難しいタイプのがんに対して短時間で細胞を破壊する作用が確認されています。ここまで聞くとすぐに薬になるのでは？と思うかもしれません。しかし、この研究には重要な前提があります。それは、実験が主に細胞レベルや動物実験で行われている点です。つまり、人間に安全に使えるかどうかは、まだ確認されていません。さらに、メリチンには大きな課題があります。がん細胞だけでなく、正常な細胞にも影響する可能性。体内で安定しにくい、投与量のコントロールが難しい。そのため、現時点では、そのまま薬として使うことはできません。では、この研究は意味がないのでしょうか？答えはいいえです。実は、毒から薬を作るという流れは、すでに何度も成功しています。ここで実際に使われている代表例をいくつか紹介します。まず一つ目は、高血圧の治療薬であるカプトプリルです。この薬は南米の毒蛇の毒をヒントに開発されたもので、現在も世界中で使われている非常に有名な薬です。二つ目は、心筋梗塞などで使われる血栓予防薬のエプチフィバチドやチロフィバンです。これらも蛇の毒の研究から生まれた薬で、血液が固まりすぎるのを防ぐ重要な役割を持っています。三つ目は、強い痛みを抑える薬であるジコノチドです。これは海の生物であるイモガイの毒から作られた薬で、がんの激しい痛みなどに使われています。そして4つ目は、糖尿病治療薬のエキセナチドです。こちらはトカゲの一種であるアメリカ毒トカゲの毒を元に開発されました。このように一見危険に思える毒でも作用が強い特定の部分にピンポイントで効くという特徴を持っているため、うまくコントロールできれば優れた薬になる可能性があります。では、ミツバチの毒はどうなのでしょうか？メリチンは細胞を破壊するという非常に強力な作用を持っていますが、現時点では強すぎてコントロールが難しいという状態です。そこで現在の研究では、ナノ粒子に包んで、がん細胞にだけ届ける抗体と結合させて標的を限定する構造を調整して副作用を抑えるといった方法で安全な薬に変える研究が進められています。ただし現実的には実用化までにはまだ時間がかかると考えられています。新しい治療法は安全性や効果を確認するために長い年月が必要だからです。ここで非常に重要な注意点です。今回の研究を見て、蜂に刺されれば効果があるのではと考えるのは大きな誤解です。蜂の毒はアレルギー反応によって命に関わる危険性もあるため、自己判断で試すことは絶対に避けてください。今回の内容をまとめると、メリチンが乳がん細胞に作用する研究は実際に存在するハリー・パーキンス医学研究所などで研究が進められている。現時点では治療として使える段階ではない。過去には毒から実際に薬になった例が複数ある。ミツバチの毒も将来的に薬になる可能性はある。ただし自己判断での使用は非常に危険ということになります。このように正しく理解すれば、今回の研究は夢のある現実的な研究と言えます。今回の動画はいかがでしたか？あなたの感想をぜひコメント欄で教えてね。今後もわかりやすく正確な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。